そう、喉とね、耳の間っていうんですかうんね、うんのところに自分で触って、あれ、なんかしこりみたいなのがあるかな、これはちょっと手術した方がいい先生が来て、明日退院だよね、みたいな。デスモイド腫瘍という腫瘍だったって言われて、は？みたいな。それではガンノートスタートしていきたいと思います。今日のゲストは森浦さんです。よろしくお願いします。こんにちは、森浦優子と申します。よろしくお願いします。私の紹介や、森浦さんの紹介をしていければと思います。私はですね、ガンノート代表理事をしています岸田と申します。今日 MC を務めまして、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍と珍しいがんになりました。その経験を経て今こういった活動をしております。そしてですね、はい、本日のゲストですね、森浦さんです。森浦さん、簡単に自己紹介お願いできますでしょうか？はい。私は、職業としては、保育園の園長先生をやってるんですけれども、趣味はマジックをやっておりまして、教えたりもしています。はい。日常生活も楽しくしておりますので、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。森浦さんね、デスモイド腫瘍っていうね、はい、珍しい、はい、腫瘍の一つかなと思います。そういったね、お話も、これからちょっとお伺いしていきたいなということを思います。これからですね、このような、ペーシェントジャーニーというちょっと浮き沈みのあるグラフなどでですね、ちょっと紹介していければということを思いますので、まずこちらですね。はい。ね、様々なね、ちょっと今ね、ちょっと下がり気味になっているところが、ちょっと、どうなのかなっていったところもあったりするんですけど、いろいろね、ちょっとそういったお話もちょっとお伺いしていきたいなと思います。まずはじめ、はい、こちら保育園で園長として働くといったところでですね、もともとあれなんですね、保育士だったと。そうですね、保育士を何人か経験して、それで、園長になってしまったんですけれども、はい。園長というか、この保育の業界に入って10年ぐらいですかね、経ちます。はい。そしてね、今園長としてという風なところで、今もお仕事されていっている中でですね、はい、こちら、左頸部にしこりを見つけられていくということで、左頸部、ここ首のところですかね？そうですね、ここの左頸部、ここちょうど、そう、喉となんですかね、耳の間っていうんですかね、のところにしこりがあるのを、ちょっと自分で触って、あれ、なんかしこりみたいなのがあるかなっていうところから発見していったっていうところですかね。まず自分で気づかれていくんですね。何かしこりがあるなといったところを。はい。そのしこりがあるなといったところをですね、発見されていった後、そこからどうなっていくのかと申しますと、ここから、はい。まずは近所の歯科へ行かれていく。そうなんですよ。なんか歯医者さんで、なんか歯の治療がしなきゃいけないのがあるのかなみたいな。で、ちょっと思いまして、確かに歯医者さんにも行ったんですけれども、歯の治療は確かにしなきゃいけないのはありました。が、歯医者さんも、もしかしたら菌がここに、割ってしまったのかなっていうことで、抗生剤とかも出していただきまして、飲みながら治療っていう風に、1週間、10日ぐらいの間ですかね、してました。そうなんです。まずは、だから歯医者行かれたのは、なんかもう、ばい菌そうですね。的な、で腫れてるのかなみたいなことを思われたからってことなんですね。はい、そうです。で、その、抗生剤を飲まれていって、それでも、変わらなかったから、こういう風な感じ、口腔外科に行かれていく感じなんですかね？そうなんです。その歯医者さんが、ちょっと気になるので、口腔外科行ってみてということで、近所に大きい病院があるんですけど、そちらに、紹介状書いていただいて、で、行きました。はい。口腔外科、近所のね、口腔外科行った時にはどう言われたんでしょう？口腔外科で、一応検査はしたんですけれども、口腔外科で何か原因になるようなものは、なんかないと言われまして、私も、ってちょっと思ったんですけれども、その後、大きい病院なのでいろんな科がありまして、耳鼻科にちょっと行って、視察してみてって言われて、
耳鼻科に行きました。はい。そうなんですね。はい。だから、その後、ここに書かれている耳鼻科に行かれた。はい、そうです。ということで、はい。これもじゃあ、その近くの耳鼻科に行かれていて、はい。そこでもいろいろ検査されていくんですね。そうですね。耳鼻科は口腔外科の隣の科だったので、はい。とは隣って感じでした。すぐ隣に行ってね。はい、そうです。そこでいろいろ検査していかがでしょう？ここにね、検査重ねるが原因不明と書かれてもいますが。そうですね。結構もう頻繁に数日に1回は耳鼻科に通って、で、耳鼻科の先生からも電話がかかってきて、例えば胃カメラもやった方がいいんじゃないかとか、いろいろ言われまして、ここに針を刺して、なんか細胞の検査っていうんですかね。そういうのもやりました。生検ってやつですよね。そうです、そうです。はい。細胞を取って。そうですね。細胞を取っていったけど、あんまりわからなかったってことです？そうです。細胞を取ったんだけれども、原因がわからない。と言われてしまい、どうするかってなりますよね。そうですね。で、治療方法もわからないって言われちゃいました。ここに何かしらしこりはあるけれども、わからないと。治療法もわからない。はい。ちょっと不安ですよね。すごい不安でしたね、その時は。はい。こっからどうされていくんやろう。次こちら。はい。はい。大学病院に行かれるんですね。そうです。大学病院に行ってみてと言われまして、お手紙書いてもらいました。こっからもうちょっと自分たちちょっとわからへんから、そうです、そうです。もう大学病院、大きな病院に見てくれと。いうことで、いろんなじゃあ病院にね、こう行かれて、そうですね。はい。そして大学病院で再検査をされていく。ということで、一通りまたいろいろ検査されていく、そうですね。はい。ここで大学病院で検査をされていったらなんか分かっていくのかな？ちょっとですね、こちらか。上がっていくんですね。神経、何これ？神経小腫。小腫。はい。ってな。私もちょっと初めて聞いたので、この時に、なんかこう神経のところに腫瘍ができてしまうっていう病気があるらしいんですけれども、急激に大きくなるものでもなくて、なんかこう年単位で見ていっても大丈夫だよくらいのなんか腫瘍だったってこの時は言われたような記憶がありますので、皆さんね、正しい情報はね、がん情報サービスさんだったりとか、もう主治医の先生にね、聞いてもらえたらと、あくまでも経験なんですけどね。で、じゃあ年単位でこう、そうですね。大きくなっていくとしたら年単位かなぐらいな感じでしたね。じゃあそこで経過観察って書かれてるので、そこまでそんな悪いものだっていう診断ではなかったってことですね。そうです、そうです。なんか悪いものがあるとか、なんか今すぐ手術をしなきゃいけないとか、そういう緊急性のあるものではなかったです。そっか。この時も生検はされてるんですか？いや、ここってなんかたくさんいろんな神経がやっぱりあるので、生検をするのは難しいみたいで、生検はしなかったんですけれども、細胞はやっぱり取りました。なんか針刺して、なんか細胞を取りました。細胞は取ったんですね。そうです、そうです、そうです。そんな、じゃあ細胞を取っていって、この神経小腫の疑いが上がっていく。ただそんな悪いものでもないから、経過を見ていこうということで、この時ポジティブなのは、病名が分かったっていう意味でのポジティブってことですね。そうですね。悪いものじゃなくてよかったっていうところでしたね。で、そこからね、どうなっていくのかといったところこちら。腫瘍は大きくなる。そうなんです。大きくなっちゃったんです。経過観察中に。これは、すぐですか？大きくなったの。半年以内ぐらいですかね。半年以内ぐらいで。結構どういうレベルなんですか？だんだん大きくなっていくのが一気にガッとくるのか。私のその時の自分の感覚では、
最初の2ヶ月、3ヶ月ぐらいは、そこまでではなかったんですけれどうも、んうん。その後結構ガッと大きくなったっていうイメージです。はい。で、そのぐっと大きくなってね、ちょっはい。とこれはおかしいんじゃないかということで、はい。いろいろまた検査をしていったんですかね。そうで良性か悪すね。性がこう動くと。はい。それで、まあ、MRI とか、はい。そういうのを取った時に、急激に大きくなっているということで、病院の先生から電話をもらいまして、うーん。ちょっとドキドキうんうんしちゃいましたけど、で、まあ、診察に行きましたら、結構急激に大きくなっているので、ちょっと、本当は神経症腫と思っていたけれども、もしかしたら、まあちょっと違う腫瘍かもしれないけど、悪いものかいいものかは、今の時点ではわからなくて、こぶこぶと言われました。はい。じゃあ、ここら辺から先生たちも本当に神経症腫なのかどうかっていうのちょっとわそうでかんなくなす、そうでわかんないすね。状態なんですね。はい、そうですね。まあ、不安ですよね。そうですね。やっぱりまだ、ちゃんとした原因がわからないっていうところでは、結構不安はありました。ただ、まあ、そんな悪いものでもないかもしれないというはい、ことでね。はい。はい。その後こちらになります。あ、手術されていくんですか？そうなんです。結局、大きくなってしまったので、はいはい。で、だんだんここの左のこの頸部のところだったので、はい。この喉の方まで結構大きくなってしまうと、飲み込みとか、あとやっぱり喉をこう圧迫してしまうっていう危険もあったので、これはちょっと手術した方がいいという、はい、お話がありました。そう。はい。じゃあ、この時は良性か悪性かちょっとわからないけうれども、まあ、んうん。手術で取っていきましょうとはい。いう話になっていき、そはい。してこの手術名がごはい。めんなさい。手術名、すいません。お願いしてもいいですか？私もこれなかなか、言いにくいんですけれども、はい。左副咽頭を、確か干渉って言ってたと思うんですね。干渉腫瘍摘出術という、結構難しくて、難しいですはい、ね。長い名前の手ん。術になってしまいました。ただ漢字的にね、はい。左の副咽頭ってやつのそうですね。間の隙間をはいはい。取ってくんそうそう。やね。そうですね。はい。これ結構どうなんすか？大手術的な感じなんですか？どのように手術をするんですかと言ったら、このなんか耳のとうん。ころから、ちょっとこう、ここですね。ここからうんうんうん。このように、こう切っていくんだよ、みたいなことを、言われまして、で、ちょうどこの顎のうんうん。骨があるので、手術をやる先生からすると、とってもやりにくいんですって、ここ。ええ。なんかこう、ひさしになってしまって、ちょっとこう、覗き込むような感じうん。じゃないと、手術ができないと言われて、少し時間がかかると言われました。ああ、そうなんはい。そっか。しこり自体は、その時はどれぐらいの大きさなってたんですか？あ、もう結構、こんな感じで。こんな感じで、はい。結構大きくなっちゃってましたね。卵ぐらい。卵よりも大きかったと思う。卵よりも大きい。大きかったと思いおお。ます。そんなプニプニしてる感じですよね？いや、なんかね、硬いんですあ、よ。硬いんすか？そう、自分でこう触っても硬くて、なおかつ、ちょっと痛い、押すと。はい。そんな感じでしたね。そうなんです。多分見た目に、正面から見るとわかんないんですけど、うん。こうすると多分ポコっこうやてって膨らんでるのが、手術前うん。でも分かったと思います。ああ、そう。はい。はい。そんなね、この手術うん。をした時のお写真をちょっといただいております。手術後、ちょっとね、見たくない人はちょっと、はい。スキップしていただいて大丈夫です。はい。手術後こちら。結構切ってますね。切ってますよね。もう最初からこれぐらい切るよって言われて、切ったってことですよね。なんか耳たぶのところ、はい。後ろぐらいからはい。こう、ガーッとそうですね。半分。喉の
半分のところくらいまでは切ってますね。これはね、結構、手術した後痛かったんじゃないですか、これは。そうですね。時々やっぱり痛み止めは使ってもらいました。はい。ただこうね、ちょっと顔、首って見えるところだから、結構ここ。そうですね。すごく、今は少し時間が経ったので、そこまで。今ですか？いいですか？見せて。どうぞ。こんな感じです。いや、全然。はい。普通にシワと一緒になってる感じですね。はい。なんですが、その時はすごく目立っていたので、私もとっても気になりましたし、あと、この状態でずっといると、ちょうど夏とかだったので、日焼けしちゃう。ああ、そっか。ので、ちょっとテープで保護したりとか。ケアしてました。そっか。はい。こう、ボコッとなって痒くなって、もしくは痛くなってしなかったですか？手術がとっても上手な先生だったのか、あまり痛みとか痒みは、この時にはもうあまり出てなかったと思います。はい。ここのペーシェントジャーニーのね、ところでも手術っていったところやっぱ上がっている。これはもうやっぱ取り切れるみたいな感じでってことですね。そうですね。他に、例えば、そうですね、体の具合の悪いところがなかったので、取ったら、もう、なんていうんですかね、おしまいというか、これでも完治するんだっていう素人考えというか、この時はありましたので、早く取ってほしいくらいの気持ちでした。そして取って生き抜かれて、それで一件落着かと思いきや、このね、手術の後が大変だったんですよね。そうですね。手術直後、容体が急変されていく。これだけ書くとちょっと大変な感じですけれど、どんな容体？そうですね。手術は、先生から、そうですね、半日ぐらいかかるかもと、長くてって言われてたんですけど、そこまではかからずに、6時間かかるかかかんないかぐらいで終わったと思うんです。で、手術室から病棟に戻りました。で、病棟に戻った時に、ここにドレーンって言うんですか？よく中になんて言うんですかね、どれぐらい出血があるのかみたいなの、ぶら下げてる、ありますよね。ありますよね。あれが、結構赤いと。看護師さんたちが言ってるのが、麻酔から覚めたばっかりの私、こうやって寝てる時に、周りで聞こえるんですね。で、看護師さんが言ってるなぁと思っていた矢先に、急に苦しくなってしまって、手術したばっかりなのに、そのまま勢いでガバッと起きてしまったんですよ。苦しくて。窒息しちゃうような感じ。だったんですね。苦しいじゃないですか。そうなんですよ。で、そこにたまたま主治医の先生もまだいてくれて、で、これちょっと中から出血してるんじゃないのということになって、私がもう窒息をしてしまうということを先生が、察してくれて、その場で、ここパパパパパパと気管切開をしまして、気管切開した途端、バッと血が噴き出してしまい。血が溜まってたんですね。そうです。病棟のカーテンにまで、もうしぶきが。くらい、中からの出血があったようです。そうなんですね。じゃあそこですぐ、ちょっと急変して気管切開で処置をしてもらったと。で、再手術になっちゃいました。またすぐに手術室に逆戻り。止めないといけないので。そうなんですね。そうです。もう一回切って、中から。止血。そうです。また逆戻りして。また麻酔をかけられ。麻酔をかけられて、うわー。で、後から聞いた話だと、1000ミリぐらい出血してしまったと。1000ミリって。
で1リットル？そうです。おー。貧血。1リットル結構ですよね。そう、結構な量なんですよ。ですよね。はい。なので、手術前に、血液検査ってしますよね。で、貧血あるかどうかとか見ると思うんですけど、その値が半分になっちゃいました。ぐらい出ちゃいました。はい。大変。はい。それは、処置というか治療してもらって、止めれたんですかね？一応止めることはできたみたいで、2時間ぐらいですかね、かかったんですかね、さらに。で、麻酔をしているので、そのね、手術してる時のことはわからないですけど、私は、戻って、病棟に戻って、気がついた時、なんと ICU にいました。ICU にいて。はい。で、ちょっと自分で、あれここどこなんだろうみたいな。なんか、病棟より広いですし、機械音がすごく聞こえてる。静かの中で機械音だけが聞こえていて、看護師さんが一人そばにいる状態で、ここどこみたいな感じで、はい。目がそう起きたっていう感じですかね。はい。っていうことだったんです。はい。いやー、それはね、もう自分としてはもうびっくりですよね。受け入れるのに、なんか時間がかかったような気がします。私どうなっちゃったのみたいな。はい。そうですね。ただそんなね、もう、私どうなっちゃったのってところで、ここが一番ガクンと下がる、そうですね。それが次こちら。はい。食べれない、話せない。そうなんですよ。ICU でどうなっちゃったのと思った瞬間に、なんかここに違和感があると。なんか、突っ張るような、なんとなく重たいような、痛いような、あれみたいな。で、喋ろうと思っても、話せない。頭はでもクリアで、どういうことみたいな。何なのみたいな思っちゃったんですけど、そこに先生が来て、状況を説明してくれました。で、今は、あなた話せない状態なんだよっていうことを聞かされ、かなりのショックを、受けてしまいました。その話せないっていうのは、その気管切開とかいろいろして、それでここになんか入ってるから。そうなんです。専門用語でカニューレっていうらしいんですけど、ここを結局、気管切開して開けたので、ここから呼吸ができるように、なんていう機械とかなんでしょうね。器具のようなものが入ってました。そしてその時のお写真をいただいているんですけれども、ちょっとね、見たくない人はまたスキップしてもらえたらと思います。その時のお写真がこちらになりますと。はい。おー、なかなかな感じ。これは、この、まず首についてるそのカニューレってやつが、この穴から空気とかが入ってる感じ。そうですね。ここから呼吸をしているというか、鼻や口からでも呼吸はできてるんですけれども、出血によって喉が腫れてしまったので、多分これがないとなかなか苦しかったんじゃないかなと。腫れちゃってね。そうなんです。血腫とかもできちゃってたみたいなので。そっか。この上の、なんか茶色く赤黒くなってるのは、これは何？多分これは、内出血なのではないかと。内出血？多分中で血液が結局しばらくの間溜まってたっていうのもあると思いますので、内出血になってしまったと思うんですね。で、しかも、右の方まで広がっちゃってますよね。そっか、もうそれで、しかも、処置もしていろんなもう腫れて、もう口や鼻で呼吸できないから。
そうですね。布団を入れてっていう感じなんですよね。うわー、すごい。この時が一番やっぱり苦しい時でしたね。これ、しかもさっき話せない、食べれないっていうことをおっしゃってたので、呼吸はこっからですけど、もう食事も口からは入れれないって状態ってことですか？そうです。お水も飲めないです。お水も？お水も。唾液も飲めないです。唾液も？はい。唾液入っちゃいますよね。そうなんですよ。なので、ティッシュで全部こうして捨てるみたいな。飲み込まそれはもう、医療者から飲み込まないでくださいねって言われるんですね。いや、飲み込まないでくださいねというお話はなくて、自然にそうなってしまいます。そうなんですね。はい。もう飲み込めないので、飲み込もうと思っても、ここの筋肉、中の筋肉ですね、が機能してないので。嚥下ってやつができないってこと？そうです。おー。そこの力が抜けてしまっているというか、麻痺してしまっているというか。じゃあもう嚥下できないから、そっか。そうなんですよ。なのでもう、出すしかない。出すしかない。はい。なので、1日に、箱のティッシュありますよね。あれが、1箱から1箱かが1箱半ぐらいなくなる。で、ゴミ箱が、ティッシュって軽いじゃないですか。はい、軽い。鼻かんだぐらいではそんなに重くならないと思うんですけど、それだけの量使うので、ゴミ箱が重たくなってきます。そっか、唾液、水分でね。はい。何箱買ったんだろうって感じです。1日だってね、そうですね、1箱半とかだったらね、もうめちゃくちゃ12、3箱は買いましたね。うわー、そっか、嚥下ができない状態か。これ写真、またちょっと、ありますけど、これ、写真、こっから空気を取り込んでるし、じゃあ、食べ物も、食べ物はどっからなるんですか？この管。そうですね。これはもう管入れてる時の写真でもありますけれども、直後は、抗生剤ですね。と、生理食塩水のみ。そうなんで、食べ物とか1週間ぐらい、なんか生きてたって感じです。はい。そっか、それでっていうことなんですね。本当にじゃあもう、本当に大変な状況が、この時あって、もちろん話もできないから、筆談とかですか、その時は。そうですね。筆談かもしくは、今携帯電話ありますので、携帯電話のメモ帳とか使って先生にこう見せて、で、先生がそれに対して答えてくれるとか、看護師さんも、わかった、じゃあ、何々今持ってくるね、みたいな感じで、やっていただきました。はい。はい。この状態がね、その後どうなっていくのか。軽微で栄養、体重が3キロ減る。そうですね。先ほどもお話ししたように、生理食塩水が、1週間くらいですかね、入っていたので、どんどん痩せてきてしまって、で、喉は腫れている。例えばここの傷ですね。とか、あと血腫もできてしまっているというのがありまして、治りが悪いと。そうなんですね。そうなんです。栄養が入ってないので。そういうこと。そうなんです。なので、耳鼻科の先生に、鼻から管入れて、点滴みたいにして、栄養剤みたいな、液体の栄養剤を点滴みたいにして、鼻からこう落とすっていうんですかね、っていうのをやろうって言われまして、最初はちょっと拒否りました。これ以上管とか入れたくないです。そういうことですね。そうか。だったんですけど、なかなか治らないというか治りが悪い。で、体重もどんどん減っちゃうよって言われて、泣く泣く入れることにしました。鼻から栄養を入れていって、そうですね。ことで、されていた中で、こちら、話せるようになってそうなんです。で、だんだん、日にちが経てば、ちょっとずつは治ってくるので、毎日先生が診察に来てくれますので、
ある時、まあ、ここにね、さっきのお写真でもあったようなカニューレは、まあもういいかなと。へえ。で、多分、森浦さんだったら大丈夫だと思うので、こっちのカニューレにしてみようと言って、スピーチカニューレっていうのが、スピーチカニューレ。あるんですけど、そっちに、まあ、交換するっていうか何ですかね、なりました。あ、じゃカニューレをやめるんじゃなくて、カニューレ交換そう。別のカニューレにするという感じです。はい。ちょうどね、その時のお写真もいただいておりますので、それがこちらになります。はい。これ右側のやつですよね。そうです。右側のやつ。はい。なんか、穴のところになんか、蓋があります？そうですね。ここになんか空気の穴みたいなのがあって、中からちっちゃい丸いフィルムみたいなのをこう入れるっていうか、はめるって言ったらいいですかね。で、ちょっと管がこう曲がってまして、それを開いてる穴にこうやって差し込む感じなんですね。で、それをワンちゃんのこの首輪みたいな感じでやりまして、これにした時に話せるようになりました。へえ。だから、ここで、空気をもちろんここで吸うわけですよね。そうですね。で、多分これを使って音を出す。ようなイメージだったと思います。この穴を自分で塞いで声出すとかじゃなく？そうですね。多分これを外した後ここに穴があるんですけど、ここの穴を指でこうやって塞いでれば、声は出たと思うんですけれども、これがあると、まあ穴も塞いでるような感じになるので、はい。じゃあこれ声が出るようになりました。これをやるだけで何もせずとも声が出るんですか？あーって言ったら、あーっていうのが出ます。出ます。出ます。普通に話せるようになりました。これをやったら。はい。なので、筆談は必要なくなりました。このスピーチカニューレ。そうなんです。スピーチカニューレっていうものだそうで。はい。じゃあ全然変わりますね。そうですね。少し軽くなりました。重さも、はい。身軽になったかなっていう感じです。じゃあ左が一般的なカニューレで、右がスピーチ。そうですね。はい。感じなんですね。はい。それでね、こう話せるようになってやったということで、ちょっと上がっていくというところですね。はい。ただ、こっからね、せっかく話せるようになったのに、まだ下がるんですよね。そうなんですよね。それが、リハビリ。はい。リハビリで、咳と息切れがっていうこと書かれていますけど、リハビリは、リハビリは2つありました。で、2つのうちの1つは、今おっしゃったような、声を出したりとか、あと、ベロに麻痺があったんですね。左側、どうしてもここっていろんな大事な神経が、やっぱり人間の体の中にはあるようで、どうしても神経がなんですかね、欠けちゃうという。なので、私今、このような声で話してますけれども、声帯ってこう、2つ、こう、震えて、声が出ると思うんですけど、左側が、なんか、こうなっちゃったのかな。そうです。脱線しちゃった。こう、本当は、皆さん多分、いつもこうやって閉じてて、お話をするとブル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 って震えて声が出ると思うんですけれども、一つの声帯がこうなっちゃう。もうなんていうんですかね、神経が多分通ってなかったと思うので、というかもう欠落しちゃったので、寝ちゃった。で、手術の時に先生がガッとこう戻してくれて、でももう機能はしないんです。もう震えないんですね。そう。なので右だけで今、震わせて。そうなんですか。そうなんです。右だけでも。右だけで、わーって今震わせて、話をしている状態なので、大きい声が、やっぱり出しにくい。出せないんですね。
で、右側が今頑張ってくれてるので、声は出てるんですけれども、なので、やっぱりもう少し声を出せるようになりたいっていうのと、左側にどうしてもベロがって出すと曲がっちゃったりしたので、それを元に戻す。滑舌がすごく悪かったです。ああ、この時。はい、そうです、そうです。そっか。だからリハビリとしても、滑舌をそうです。トレーニングする。そうです、そうです。それとあと、ベロが、ペコちゃんってベロがこっちにこう出たり、こう出たりしてますよね。それができなかったです。ここまで届かない。届かないです。こっちまで届かないです。なので、ベロの、動きが小さくなっちゃってるので、その動きが小さいと飲み込みもできないって言ってました。園芸の方にも影響がある。そうです。なんか食べ物をまとめるっていうことができないみたいです。まとめて喉に送るのができないって言ってました。なので、そのリハビリが一つありました。もう一つは、手術の、影響もあるんですけど、左肩が全く上がらなくなっちゃいました。肩がね。はい。こういう上がりとかではなくて、ここまでしか上がらない。こういかない。今は行くんですね。今行きます。ですけど、ここまでしか上がらなくて、これを肩甲骨とかそういうのを動かすために、病院の中にあるリハビリ室とかに行ったんですけれども、ちょっとした、リハビリとか運動なのに、もうすっごい苦しくなっちゃいました。ちょっと上げる動作でももう、みたいな。で、後から看護師さんに聞いたら、ベッドの上だけの生活だったので、呼吸が浅くても、あまり支障がないので、体が深呼吸とかしなくてもいいんだっていう風になってしまったのではないかと、後からそれは教えていただきました。はい。寝ている生活だったから、ちょっと体力も落ちてしまって。そうですね。で、それでちょっと息切れもしたんじゃないか。体重も落ちてしまったね。はい。そんな状況でね、頑張ってリハビリされて、今はね、ここまで復活されているということですけれども、そのね、リハビリ、その演技のリハビリをされていかれる中でのデスモイド使用の告知。ここでなんですね。ここで初めて、なんていう腫瘍だったかっていうのがはっきりと分かりました。この演技リハビリってさっきおっしゃっていただいた、その飲み込むところの下のリハビリっていうのをこの時に開始されて、それと同時にデスモイド腫瘍の告知があったんですか？デスモイド腫瘍の告知は、退院する直前ぐらいです。退院する直前？直前、前の日ぐらいでしたかね。どんな感じで告知されるんですか？病棟に先生が来て、明日退院だよね、みたいな。で、そうですね。思ったより長かったです、なんて言ってたんですけども、腫瘍を摘出して、それを生検っていうんですかね、出します。で、それの結果が分かったよって言われて、デスモイド腫瘍という腫瘍だったって言われて、みたいな。もう一回言ってもらってもいいですかみたいな。めっちゃ珍しいですね。そうなんです。怪獣みたいな名前何ですかそれみたいな。確かに。そんな感じでした。だからデスモイド腫瘍、そこは、だってご自身でもね、これがいいのか悪いのかを判別難しいですよね。そうなんですよ。それで先生に聞いたところ、悪い腫瘍ではないですって、その時はそれだけだったんですけれども、だから、よかったみたいな。これでもう腫瘍取ったから大丈夫みたいな感じで気持ちは上がっていったって感じですかね。だからそんなに下がってないですね。そうなんですよね。しかもポジティブでもネガティブでもなく、そうです。淡々と受け入れて。そうです。そういう感じです。そっ
か。はい。こうデスモイド腫瘍っていうこと言われて、そこまで悪いものではないですよとはい。いうこと言われてはい。いきます。はい。はい。だからもうそのまま受け取ってね、そうですね。やられていくわけになるんですけれども。はい。ちなみにデスモイド腫瘍って、どんな腫瘍なんですか？改めて。なかなか情報がなくて。うんうん。で、私が自分で、ネットとかで調べた情報なので、正しいかはちょっとわからないんですけど、100万人に数人しかならないと、1年間で。で、なかなかやっぱり、デスモイド腫瘍ってこういう腫瘍ですよっていう情報が、やっぱりなく、どこに行ったら詳しく教えてくれるのかなっていうのを感じながらの現在ではあるんですけれども、ただ、国分太一さんが、このデスモイド腫瘍になったというのは、ネットでは載ってました。そうですね。はい。そのイメージは確かにありました。確か国分さんは、お腹とかだったなんかそんですかね。なそうですね。腹部とかだったんですけど、なんか頸部にできるのは非常に珍しいということではあるようです。そっか。はい。デスモイド腫瘍は南部組織にできる的なそうで感じですもんすね。そうですね。はい。首にできるっていうのは、その中でも珍しい。そうですね。はい。そしてついこちらですね。退院されていって、食事も再開されていく。はい。もうこれスムーズに退院はできたんですか？本当は1週間で退院できる予定だったんですけど、25日かかっちゃったんです。そうなんですね。はい。で、主治医の先生は、食事ができたら退院していいよって言ってたんですけど、入院中はなかなか食事再開するまでいかなかったので、警備のね、この栄養、はい、栄養のその管を入れたまま退院しました。そうなんですか？そうなんです。どうするんですか？退院してから食事再開って書いてあるんで、はい。食べるんでしょうけど。はい。なので、しばらく、鼻から栄養入れたまま、自宅で、訪問リハビリの方に来ていただいて、リハビリを週に2回でしたかね。そういう訪問リハビリとかあるんですね。そうなんですよ。退院するときに、その大学病院の方が探してくださいました。自宅でできる。はい。訪問リハビリしてくれる人。はい。で、その人と、はい。レクチャーしてもらって食事ができるようになって。そうですね。週に2回、1時間、みっちりマンツーマンで、やってくれましたが、食事ができるようにっていう目標と、あと、先ほどもお話しした、その滑舌が良くなるようにっていうことで、はい。1時間、そうですね。1回につき1時間やりました。そうなんですね。そうか。なんか、印象に残っているリハビリ方法あります？そうですね。吹き戻しってありますよね。プーって吹くと、くる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 ってなる。お祭りとかでよく出ありますね。あれとか使うんです。へー。あれとかを使って、プーって吹くじゃないですか。それが何十秒その状態でいられるかっていうのを、ストップウォッチで測ったり。ちょっと、プーってやり続けるような。そうです。はい。なので、深呼吸して、息を結構長く吐き続けないと戻ってきちゃうんですけど、最初は20秒ぐらいしかできなかったんです。20秒も、なんか今日最初にしてはすごいなと思ったんですよね。頑張って20秒です。だけど、そのリハビリがもう終わる頃、1分半できるようになりました。すごいじゃないですか。はい。そんな変わるんですね。そう、変わるんです。あとは、そのベロを、回したりとか、はい。で、食事のリハビリは、最初からはできないので、そういう、
まあ、声を出したり、あと、息を続ける、リハビリをしたりとか、歌を歌ったりとか。歌けど、あれじゃないですか。歌、ね、大声出せない。そうなんですよ。で、息も続かないんですけど、少しでも続けられるように歌いました。そう、すごく簡単な童謡です。で、しかも園長やってるから、これだったら歌えるでしょとかって言って、チューリップの歌とか。だけど、例えば、咲いた咲いたチューリップの花がくらいまで、皆さん一息で歌えるんですけど、なんか、咲いたっていうような感じでした。そっかそっか。それぐらいの感じしか、息が続かない。で、最初、そんなことをやりながら、じゃあここから食べてみようということで、10日ぐらい経ってからですかね、食べることをやり始めたんですけど、ゼリーを、ティースプーンに、あれどれぐらいだろう ?5 分の1ぐらい。スプーンの先ぐらい。5分の1ってことですね。をすくって食べる。で、飲み込めるかどうか。ああ、そっか。飲み込めるかどうか、嚥下できるか。はい。それを結構続けてやりました。で、なんでそんなに少ない量からなんですかって言ったら、誤嚥しちゃうからって言ってました。飲み込みのこの筋肉がまだきちんと機能してないうちにたくさん食べちゃうと誤嚥しちゃうって言ってました。そうすると肺炎になってしまって、リハビリも中断しちゃうので、っていうことで、最初は1カップのゼリーを、30分かけて食べる。結構ですね。だからね、嫌になっちゃいました、途中で。うわー、みたいな。まだ3分の1しか終わってないみたいな。そんな感じで。はい、食べました。はい。だからそれを頑張ったから今があるんですね。はい。森尾さんで。はい。今こうやって喋れて。そうですね。食べれて。はい。だけどこの頃の毎日の自分の仕事は栄養を入れることです。3回。3回。1回に90分ぐらいかかったので。ちょいやりながら。そうです。食べながら、こっちでは栄養入れるみたいな。鼻からは栄養入れて。いやそういったね、ことを、続きながらですよ。はい。もう退院もされていって、食事もね、だんだん、そういったリハビリからスタートしていって、で、実際どれぐらいになったら、例えばうどんとか食べれるぐらいになるんですか？半年ぐらいですか？完全に食べられるようになったのは、8月か9月なので、3月に手術だったので、半年ぐらいですね、やっぱり。半年ぐらいかかってるってことなんですね。そっか。はい。そしてその後ですね、ようやく、職場にも復帰されていき、はい。園長にも戻っていかれですね。はい。そして、主治医に相談、不安を主治医に相談。はい。なんかいろんな不安が。そうですね。やはりまだ、滑舌はあまり完全には戻ってなかったですし、食べられるんですけれども、量は少ない。と、あと、食べられるものの種類が、今までが100だとしたら、80% ぐらい。今でも食べられないものはあります。そうなんですね。はい。お餅とか、お団子とか、そういうもちもちしてるものは、喉に詰まるっていうか、残っちゃうって感じですね、ここに。下まで入っていかないので、今もう食べられない。そうなんです。はい。そういった食べれる食べれないっていったところとか、いろんなところも主治医に相談そうですね。はい。されていて、はい。で、その後、はい。再発し整形外科へ。はい。薬物療法されている。はい。そうなんですよ。
えどういうことですか？これは取り切れてなかったってこと？どういう？取り切れてはいたんですけれども、どうしてもなんかこのデスモイド腫瘍という腫瘍の特徴として、なんか柔らかい組織にできてしまう。例えば、血管とか、あと筋肉、あと、なんかこういう、よく腱が切れるとか言うじゃないですか。はいはいはい。そういう腱とかにできちゃうらしくって、どうしても、脳につながる血管に、できてるものがあるらしく、それを取ってしまうと、結構大きな、脳梗塞になるリスクがとても高かったので、それはちょっと今残っている状態なんですね。で、デスモイド腫瘍という腫瘍は再発しやすいらしく。再発しやすいのか。そうなんですよ。で、同じ場所に、できてしまったんですけれども、3ヶ月に1回ぐらい経過観察してたので、早めに、発見というか、できたので、はい。で、整形外科に今行ってるんですけれども。確かに整形外科って書いてますね。そうなんですよ。ここにできたので、耳鼻科で手術したんですけど、このデスモイド腫瘍という腫瘍に関しては、整形外科が専門らしいです。なので、整形外科の先生に見てもらってと言われて、今行ってます。同じ病院の中の？そうです。大学病院の中の、そうです、そうです。今整形外科に受診してます。はい、はい。そしてお薬されていくんですね。そうなんです。なんかこのボトリエントというお薬が抗がん剤って言ってました。ただ、私進行がんではないので、この軟部腫瘍に効くと言われているお薬でもあるみたいです。ああ、そうなんですね。はい。なんか、もともとは進行がんの方に使う、お薬ということを聞いています。これは、あれですか、通院してやっていくものなんですか？それと毎日飲むみたいな。通院して処方箋でもらって、毎日飲みます。毎日飲む。はい。お薬を。はい。で、これもあれですか、普通に結構な量を飲まないといけないとかあるんですか？最高に使える何ミリっていうミリ数があると思うんですけど、それの今半分で大丈夫みたいです。はい。って言ってました、先生。はい。はい。それはもう、今の、ご状況に合わせて半分ぐらいでいいだろうってことですね。そうですね。ただ、私はこのお薬を飲むときに、すごく抵抗があって。抵抗？はい。抗がん剤って言われたので、はいはい。これを飲んだら、結構な副作用が出てしまうんじゃないかな。っていうのを、はい。すごく心配しました。結果的に、されていって、はい。どうでした？出ました？思ったより、出なくて、日常生活が普通に遅れてるくらいなので、良かったなと思っているんですけれども、血圧上がっちゃうんですよ。血圧。はい。で、私は、今までいわゆる慢性疾患と言われるお薬を、飲んだことがなかったので、血圧の薬飲まなきゃいけないの方がショックでした。あ、そっちね。逆に、血圧のお薬が。はい。ショックだったで言うと、そっか。そうなんですよね。なんか、もっと再発だともっと下がっていてもいいような気はするんですけど、はい。なんで心当たりで？整形外科の先生から、進行がんではないから、これを飲んで、腫瘍が小さくなっていけばそれでいいんだよって言われました。
そっか。あとあれですかね、やっぱ再発する可能性が高いっていうのも事前に知っていたっていうのそうですね、それもあります。そっか。で、今も治療されているということなんですね。はい。そんなね、森浦さんのね、いろいろお話を聞いてきましたけれども、ここからですね、各項目に分けてちょっとお話を聞いていきたいなということを思います。まず一つ目、こちら。病院や治療の選択といったところで、病院や治療。はい。森浦さんの場合、まず、初めの、病院っていうのは、まずは、歯医者さんに行くところから始まりますね。歯医者さんが行って、ちょっと様子見てたけれども、口腔外科行って、で、そこで見てもらったけれども、ちょっとわからないから、耳鼻科に行ってって言われて、で、そこで耳鼻科でいろいろ検査してもわからないから、大学病院に行ってって言われて、大学病院で検査して、で、ここで、治療っていうか、まず、言えなくなった。神経手術。はい。度高いがあってってところですよね。で、治療はせず経過見てたけど、手術して、大きくなるから手術してって言ったところで、そこからリハビリなどをやっていってっていうところだと思うんですけど、まず、病院に関しては、紹介っていうふうな感じですよね。で、治療に関しては、手術っていうところは、取っていくってところだったりとか、手術、医療者から手術しましょう、もしくは、最後のお話しいただいて薬物療法しましょうって時には、やっぱいろいろ話を重ねていくわけですが、その時に不安とかっていうのを解消できましたか？そうですね。先生にいろいろ質問した時に、チーム医療でやってるから、例えば耳鼻科の先生は耳鼻科の先生だけとか、整形外科の先生は整形外科の先生だけっていうふうにもしていないので、そこは安心できるかなと思って、あんまり不安はなかったかなと、思います。そして、その治療の選択っていう時に今ね、再発されているところで薬物療法ってありますけれども、他手術とか、例えば放射線とかそういった選択肢はなかったんですか？放射線についても聞いたんですけれども、私の場合は、逆に放射線をするとリスクのがとっても高くなってしまって、あまり効果がないそうなんですと言われたので、どれがいいかっていう選択肢もそんなにない。種類がたくさんあるわけではないので、手術に関しては？手術はもうできないって言われました。もうできない。それはもう、ここの場所が特殊だからってことですか？それもあると思います。そっか。じゃあ、この薬物療法が効いてくれることをそうですね。そうですね。次に、辛かったことや副作用や後遺症などっていうところで、ここはね、治療の時にいろいろお話いただきましたけれども、このね、手術してからこの気管支の食べる話もあれば、いろいろお話ありましたけれども、今は先ほどの、特に大きな副作用、後遺症っていったところは今出てないっていう。そうですね。血圧がやっぱり上がってしまうのと、あとちょっと数日に1回お腹が痛くなってしまって、少し、ちょっと下痢のような症状があるかなっていうのあります。あとね、時々頭痛があったりするんですけれども、日常生活にそこまで影響しているわけではないので、この程度の副作用だったら、飲んでても大丈夫かなと。いうふうに今は思ってます。あと大きな声出せないとか。それもありますね。大きな声が出せないのと、あとやっぱり、咳が出やすくなっちゃいました。そうなんですね。あとね、刺激物を食べると、辛さをより感じる。ハバネロとかやばいじゃないですか。ハバネロ。全然ダメです。カレーとか、子供用のカレーのみ。そうなんですね。中辛が食べられなくなっちゃう。食べられないです。そういうこと。食べたら痛ってなるんですかね。喉にすごく刺激を感じる。口の中というよりか喉ですね。喉に来る。そうなんですね。子供用のマイルドな。そうです。かわいいパッケージ。
あれしか食べられなくなっちゃいました。はい。そっか、そんな中でですね、はい。こちら、はい、支えになったこと、そういう辛い時、苦しい時、そういった支えになったものっていうのは、はい。誰かに相談とか、そういったとこはありましたか？そうですね、いくつかありますが、まず一つ目は、私、娘が一人いるんですけども、娘が、ちょっと遠方から会いに来てくれて、どうって言って顔見せに来てくれたので、そこは、やっぱりほっとしたっていうのはあります。で、もう一つは、主治医との信頼関係ですかね。ああ、そっか。どう気づいたんですか？主治医との信頼関係。どうしても手術の後、大変な合併症にもなってしまいましたし、それもあって、先生が日曜日でも様子見に来てくれたりとか、病棟とかに。あと、丁寧にやっぱり診察をしてくださって、私が不安に思ってることとか、あとは、これ心配だなとか思うことに全部答えてってくれたんですね。そこはもう、医者と患者というより、人間同士の付き合いを、関係性っていうんですかね、をすごく感じたので、そこはもうすごく信頼持てる先生かなっていうので、とっても支えになりました。で、食事ができるようになってから、もう社会復帰しなさいと、背中を押してくれましたので、そこはとっても自信を持ってできるようになったかなっていうのはあります。で、もう一つは、ちょっと趣味があるので、趣味を、早く再開したいっていうのがありました。はい。趣味ってそのマジックの。そうです。はい。で、マジックを自分でもやるんですけど、教えたりもしてるので。それで、皆さん待っててくださったので、それも、やっぱりやりたいなっていうのがありました。はい。もうね、本当にそういったいろんな様々な支えになったことがある中で、ちょっと先ほど娘様のお話もありましたので、ちょっとそこの家族のことについてもお伺いしていきたいなと思っております。家族としては、今は一人暮らしでいらっしゃってってことですね。はい、そうですそうです。で、遠方に娘さんがいて、娘さんにはどういう風に伝えたんですか？がんのこと。もうありのままに伝えました。そのまま。だけど、なんか、じゃあ、手術頑張ってね、みたいな感じで、はい。終わったら連絡できたらしてね、みたいな。で、今 LINE とかありますので。はい。LINE で、終わったよとか、今こんな感じとか、はい。そんなようなことを、はい。やり取りしました。もうがんかもしれないという、どのタイミングで娘さんに伝えたんですかね？ちなみに。この中で言うと。娘さんにはもう検査の時から？そうですね。大きい病院に行って、大学病院に行く頃ですかね。ここら辺にはそうです。娘さんに。はい。は伝えときました。っていうことなんですね。で、娘さんが、いらっしゃったりとかもしてっていう風なところで支えになった。そうですね。あったということですし、あとこの手術する時とか、いろいろね、大変だった時とか、容体になった時とか、この手術する時の同意書問題ってどうするんですか？同意書は自分で書きました。手術する前は自分で書いたんですけど、そうですそうです。再手術になっちゃったわけじゃないですか。大出血しちゃって。で、もうこういう状態ですね、私。なんですけど、違う手術なわけですよ。止血しなきゃいけない。気管切開もしてますし。なので、また同意書必要なんですけど、家族はいなかったので、その時来てなかったので、こんな風になりながら、なんか、板みたいなのに同意書持ってきて、なんかボールペン握らされて、こうなってながら書きました。緊急オペがやるけど、緊急の中でも自分も辛いけど、同意書を書かないといけない。なんか書いてって感じでした。みたいな。でも、頭はクリアで、あれ今日何月何日だったっけみたいな。そうなんですか。で、それを書き終わったら、
ものすごいスピードで手術室に逆戻りって。いやー、すごいですね。書きました。ねはい。で、治療、練習続けてね、まあ、今ね、問題なくいけてるからよかったんですけども。はい。はい。そしてね、ちょっと次こちら。はい。仕事のことということで、園長のお仕事はどうしたのかっていったところを、ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、まず、ベーシックジャーニーの中で、ここで復職ってなってますけど、どっかでお休みされてるんですかね？そうですね。まあ、入院期間が25日あって、退院した後に、その後1ヶ月はお休みさせていただいたんですが、その後は、行けるときは行ってました。職場に。あ、職場に？はい。ほう。じゃあ、どれぐらい、合計どれぐらいで復帰できたってことなんですか？完全に復帰したのは、9月からだったんですけれども、午前中だけ毎日行くとか。その9月っていうのは治療を終えてから？そうですね。しっかり、ご飯が食べられるようになってから。はい。1、2ヶ月退院してから。退院してから半年ぐらいで、やっぱり半年ぐらいはかかっちゃいましたね。で、しっかり行くけど、それまでは、ずっと午前中だけ行くという話。そうです、そうです、そうです。はい。鼻から入れる栄養剤については、家でやらないといけないので、お昼は入れなきゃいけないから、お昼まで園で仕事して、その後帰ってきて栄養剤入れる。あ、そうなんですね。そうです、そうです。じゃあ、何でしょう、完全復帰は半年後ですけど、もうそれまでに午前中だけは退院してからもうすぐ、午前中だけ行って。そうです、そうです、そうです。なので、鼻に管を入れたまま、スピーチ加入例をしたまま、マスクして行きました。周りの人たちもね、ちょっと、どう接したらいいかっていうのを。そうですね。最初は、この状態で来て大丈夫ですか？なりますよね、なりますよね。言ってましたけど、まあ、特に倒れることもなかったですし、これをしたことで、やっぱり私、早く元に戻りたいっていう、前向きな気持ちが芽生えたかなと思います。はい。体力使いますしね、なんかね。そっか、そんな中で、まあ、職場復帰もされていてということだったんですね。次ですね、こちら。はい。お金や保険のことといたしまして、治療費どう工面したのかっていうことなんですけど、まず、民間の保険は入られていたりとかしましたか？民間の保険は入っていましたが、治療費って、結構、手術もね、緊急手術あって。そうですね。手術だけだと、手術だけというか、入院ですね。手術と入院だけだと、そうですね。もし、保険に入ってなかったら。保険って普通の社会保険ですね。とかにも入ってなければ。国民皆保険に入ってなかったら。はい。200万近くかかったと思います。ですが、みんな皆保険で今入ってるので、それでも3割じゃないですか。で、私は、先に高額療養費を申請してたので、そこまでではなかった。限度額認定書。そうです、そうです、そうです。はい。それで、限度が決まっていてっていうことですね。そうですね。はい。じゃあ、それは全部あれですか？ご自身の貯蓄からお支払いしてっていうことで。そうですね。で、あとは、傷病手当金を後から、申請しましたので、そこは、少しカバーできたかなと思います。民間の保険には結局入られて？それは入ってましたので、手術代と、あと1日いくらっていう入院費は出たので、実際に窓口でお支払いしたお金は、それでいけたかなって感じ。はい。そっか。ただ、リハビリとかは？リハビリとかはもう自分のお金になっちゃいます。1回あたりいくらぐらいするんですか、リハビリって。3割なので。保険適用で3割なので。3割なので、訪問看護師さんとか、24時間とか、やってもらってたので、1ヶ月
4万から5万を5ヶ月ぐらいですかね。はい、やってました。そっかそっか。まあそれはだって必要なね。そうですね。ではもう、そしてまあそれが終わって、はい。そして僕、今は大丈夫なんですかって聞きたかったんですけど、今もだって治療がね、ああ、そうなんですよね。もんね。はい。今もお金かかってて、ざっくり言うと、薬代だけで、1週間分で15,000円です。自分が支払うのがそうです。薬局に支払うだけで15,000円。15,000円、毎週。はい。かかってると。はい。結構ですね。で、それにプラス診察代、あと血液検査代、あと時々エコーやったり、MRI やったり、で、血圧の薬も飲んでてっていうと、一月にざっくり10万ぐらいかかっちゃいます。保険使ってするぐらいかかっちゃいますね。はい。最終的には高額療養費で戻ってくる？戻ってはくると思うんですけれども、時間かかってますよね。というふうなね、今のご状況でございました。ありがとうございます。次、こちら。はい。情報ということで、これはデスモイド腫瘍という腫瘍が大変珍しいということで、ご自身でインターネットとか検索されました？したんですけれども、本当に少なかった。少ないですよね。だから先ほどあったように、その主治医の先生が、いろいろ教えてくれる。そうですね。ただ、今整形外科の先生に通ってるんですけれども、整形外科の先生も、私のような患者に、この抗がん剤を使ったことはない。もうすごい珍しいってことですよね。はい。だからね。はい。なので、例えば、今使ってますけれども、腫瘍が小さくなって、小さくなったから一度やめましょうって言って中止しますよね。で、その時に、また血圧が自分の元々の血圧に戻るんですかって先生に聞いたんです。そしたら、そういう患者さんを今まで担当したことがないので、わからないって言われちゃいました。ただわからないって言ってくれる方が誠実かもしれないですよね。ただ、ね、難しいですね。はい。データを持ってないと言われてしまいました。はい。はい。めちゃくちゃ貴重なんじゃないですか、データとしてって言い方ちょっとあれですよ。そうです。なので、別に嫌ではないんですけど、大学病院の、研究対象で、と一緒に名前また書いてきましたという感じですね。そうですよ。はい。両者としたら本当に、そうですよね。珍しいから。はい。いやけどこうやってね、情報を出してくださることで、今ね、デスモイド腫瘍の方がこういうそうですね。いただけるとね、いいですよね。はい。次、こちら。はい。癌になる前と後で変わったこと。癌になった前と後、精神的にでも、肉体的にでも、どちらでも大丈夫なんですけれども。はい。変わったこと、自分の気持ちの中で、これが変わったかなっていうことはあまりないんですけれども、やっぱり失ってしまったものはあるんです。やっぱり声とか、あと今食べられますけれども、そこまで嚥下が、強いって言ったらいいんですかね。皆さんが100だったとしたら、6、70% ぐらい。はい。にしか多分もう戻ることができない状態ではあるので、そういう部分では機能的に、ちょっと失ってしまったことはあるかなっていうのが、前と後で変わったことかなと思います。じゃあ、嚥下がちょっと他の人よりっていうことであれば、そうですね。なんかめっちゃ噛み切れない肉とか、ごっくんとか難しくなっちゃってる。逆にその食べれない、嚥下の問題で食べれないものって逆に今あるんですか、制約は。お医者さんから言われたわけではないんですけれども、自分が怖くて食べてないものは、お餅です。そっか。お餅とか、あと、魚介類だと、タコとか、イカとか、
っていうのは避けてるってことはい。ですね。なんか、ここに、なんていうんですか、詰まってしまっうん。て、うん。落ちなかったら、そうですよはね。い。大変なことになってしまうそう。ので。そっかそっか。はい。といったところは避けているってことそうですね。はい。そして、次こちら。はい。あの時の自分へといはい。うことで、過はい。去のどこかのタイミングの自分に声かけるとうん。したら、はい。どの時になんて声かけますか？ああ、そうですね。今ならなんて言うかな。もっと早く手術した方がいいよ。早く手術。はい。そっか。だって、いろいろ病院ね、行ってましたもんね。この時ですか。はい。そうですね。お医者さんから、うん。大学病院のお医者さんですね。はい。から、ね。はい。はい。あの、まあ、大学病院のお医者さんに行って、手術をするまでの間に、自分で、あれなんか大きくなってるんじゃないかなと思った時は確かにあったんです。うん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 。だけど、その神経症種って言われていたので、そこまで大変と思っていなかったので、お医者さんから、あれちょっと大きくなる、なんていうかな、なり方が、スピードが速いというか、って言われる連絡があるまで、そのままにしちゃってたっていうところはあるなっていうのは思っています。わかんないですよね。わかんないんですよね。だから、もしかしたら、そこまで大きくなる前にしてたら、もう少し、体の機能も残せた部分があったかもしれないですね。はい。はい。もう少し早く手術しとけよっていうのそうですね。言いたいはい。ことですね。はい。あと、もう一つは、抗がん剤飲んでみたけれども、思ったより怖くなかったよっていうところですかね。すごい、ちょっはい。と嫌なイメージあるそうですね。おっしはい。ゃってましたはい。もんね。そっか。飲んでてもはい。意外と大丈夫はい、だよっていうこと。そうですね。日常生活普通に送れているので、はい。はい。ありがとうございます。はい。そして、こちら。はい。大切にしたいこと、夢や目標などということで、はい。これを大切にしたいなっていうもの、もしあれば教えてください。そうですね。今こういうふうに自分が、今まで生活してきて、手術をして、病気になって手術をして、また今このようにね、こういう、YouTube とかにも出させていただいているということは、私の中では、さっき失ったものはあると言ったんですけれども、気持ちの面とか、あと生活の面で変わったことは何らないんです。なので、今後、さっき言った、趣味の中で、やっぱりどんどんもっと広げていきたいですし、この生活がやっぱり楽しくいつまでも、続けていけたらいいなっていうのが、今の私の目標かなっていうところですね。いいですね。はい。ね、ほんとマジックもね、いろんな人にほんと教えてね。そうですね。広げていってっていうことですね。はい。大事そう。はい。はい。それではここからですね、はい。はい。インフォメーションを挟ませてください。はい。がんノートですね、患者さんのインタビューを発信しておりまして、医療情報だけではなくて、日常生活、そういったところも大事だと思って配信をしております。またですね、様々な患者さんの、インタビューをまとめた本も、出ておりますので、オーディブルなどありますので、こちらも、見てもらえたらなと思っています。また、ここまでね、見てくださっている方、チャンネル登録されてない方は、もしよければチャンネル登録して応援してくださったりとか、あと高評価、コメントなどでですね、はい、応援してもらえると、応援2回言ってますね。してもらえると嬉しいなと思ってます。また、がんノート出てみたいよって方はですね、出演応募フォームっていうものがホームページにありますので、こちら、はい、から応募お待ちしております。ちなみにあれですよね、森浦さんもこちらの応募フォームからだと思うんですけど、がんノートは何でお知りになったんですか？がんノートは、AI だったと思います。AI？はい。今時。そうなんですね。こんなんあるよっていうのね。そうです。発信できるところありますかみたいな。これ自分のね、ものを伝えれるところありますかって、がんノートってものあるよっていう。はい。で、調べて、はい。ホームページから。ホームページから。はい。見ていただいた。はい。
いろんなケースありますね。はい。ありがとうございます。はい。そしてですね、ここから、はい、最後に森浦さんにメッセージをいただければと思います。森浦さんからのメッセージ、こちらになります。想定外だらけ。だけど、楽しく生きよう。というのが私からのメッセージです。私は先ほどマジックやっていますと言ったんですけれども、マジックも想定外のことがたくさんあります。私の人生も想定外でしたが、今こうして生かされて、いただきました。なので、これからはもっと楽しく生きたいなと思っています。はい、これが私の目標です。はい、ありがとうございます。想定外だらけということでね、そうですよね。そうなんですよね。人生どんなことがあるかわかんないんですけれども、自分が思ってたより大病だったので。だと思います。はい。なんか取ったら終わりくらいに素人考えでいたんですけど、あれみたいな。でも、これも自分の中の、すごくいい考えで言うと、経験として、だからこそ分かったこともたくさんあるんですね。入院してる時ってこんなに辛いんだとか。ああ、そっか、そうですよね。苦しいってこうなんだなとか、あと、孤独感をすごく感じました。そっか。いろんな方が支えてくださったんですけども、自分の心の中とか頭の中は、やっぱ自分でしかわからないことがあって、すごく孤独感は感じたんですけれども、だからこそ人の気持ちもきっとわかることがたくさんあるんだなっていうのを経験させていただいたので、はい。なので楽しくこれからは生きていきたいなと思っています。はい。いや、ほんとそんな中でもね、笑顔が素敵な、ありがとうございます。ほんと、お話いただいてということでございましたが、どうでした？このガンノートにご出演されてみていかがでしたでしょう？そうですね。今まで自分の中でしか、なんていうんですかね、感じられなかったことを、お話できて、ある意味すっきりしました。本当ですか？はい。こんな気持ちだったなとか、そういえばこういうこともあったなって、例えば日記に書いたりとかね、そういうことはあったとしても、結局見るのは自分しかないので、ちょっともやもやした気持ちがあったんですけども、こうやってやっぱりインタビューしていただいて、お話をさせていただけることで、すごくなんかすっきりして。へえ、すごい。はい。ちょっと心の中のものを、吐き出せたというか、アウトプットできたので、すごく気持ち的には、なんか爽快感があります。はい。すごい。じゃあちょっとガンノートセラピー。じゃあ後でお金をいただきましょう。冗談ですよ。はい。そうですね。はい、ありがとうございます。こちらこそです。はい。ね、ほんと、デスモイド腫瘍というね、珍しい本当腫瘍、情報がない中でこうやって出てくださってね、ほんと、きっと、同じデスモイド腫瘍の方の何かヒントになったら嬉しいな。そうですね。いうことを思っております。はい。またね、次の動画でまたお会いできたらと思います。また皆さん、それでは次の動画でお会いしましょう。皆さん、バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。